あれですね、結構がっつり固定されてて全く動かないですね。はい、皆さんお久しぶりです。前回の投稿からちょっとね間が空いてしまったんですけど、また変わらず細々とやっていきたいと思います。ということで今回はこれです。じゃん、有効ボード。この有効ボードを使った壁を作りたいなと思っているんですけど、今回は賃貸でも大丈夫な方法で壁に取り付けていきたいと思っています。それで有効ボードは窓際のこの部分の壁に取り付けたいなと思っているんですけど、なぜこんな窓際かというと、最近このビカクシダっていう植物にはまってしまって、これシダの一種なんですけど、こうね見ての通り鉢植えで育てるんじゃなくて、こう板にねつけて横向きに育てるのが主流なんですよ。なのでこの植物がかけられるこう窓辺のね明るい壁にしたいなと思ってます。で今回使うのはこの有効ボードの板と有効ボードを壁に取り付けるための固定するためのピンの2つだけです。このピンは石膏ボードに刺すように作られていて、賃貸でもね使えるっていうものになってます。で肝心の耐荷重に関しては、1袋この4つ入って20キロってことなんで、結構耐えられますよね。今回は念のためこれ2袋買ってきたので、全部で40キロ耐えられる計算で壁をちょっと取り付けていきたいなと思います。ではまずはじめにピンを刺す位置を決めるために取り付けたい壁に有効ボードを配置します。そうしたらボードがずれないように手でしっかり押さえて、ピンで固定したい位置の穴の中に鉛筆で印をつけました。今回は8個のピンを使うので、四隅とそれらの真ん中の計8箇所に印を出しました。2点の真ん中は地道に穴の数を数えて把握してます。ボードが大きい場合、メジャーで測ってあらかじめ把握しておくのがいいかもしれません。ピンの取り付け位置に印をつけられたので、ここで一度有効ボードを外してピンの固定に移ります。鉛筆の印が中心の穴から見えるように配置してピンで留めていきました。ピンの押し込みに関しては定番のコインを使ったのですが、うちの壁は結構硬くてなかなかに苦戦しました。それでも頑張れば入っていくので、プルプルしながらも力で押し込みました。他の3つのピンも同様に押し込んでいきます。固定した器具はガタつくこともなくってなかなかの強度です。うちの場合壁にパテを塗ってるからかわかんないんですけど、コインだとね結構な力が必要なので、トンカチでねちょっと叩いて入れていこうと思います。トンカチの方が断然楽ですね。ということで金槌を使った方が力もいらないので断然おすすめです。金槌に持ち替えてからは取り付けも早くなってスムーズに進んでくれました。これで8箇所全て取り付けは完了です。ここまで来たら再び有効ボードを壁に戻して、ピンで留めた器具の穴にボードの穴が重なるように配置しました。あとはその穴に付属のネジを入れて締めて有効ボードを固定するだけです。全部ネジを入れ終わるまでこうねちょっと遊びを作っておくと止めやすいかもしれないですね。8箇所全部寸分の狂いもなく穴が重なるわけではないので、まずは完全にネジを締めずに遊びを設けて微修正できる状態にしておきました。地味なところですが、ここは結構大事なことなんじゃないかなと思います。うまい具合に全部ビスが入ったので、ここから全部ね本締めして、取り付けを完了させていこうと思います。はい、これで完成だと思うんですけど、これでいいのっていうぐらいちょっとあっけなく完成してしまって、正直ちょっと不安なぐらいなんですけど、取り付け自体はねこれで完了みたいです。で耐久性も試してみたいんですが、こうねちょっと引っ張ってみたりすると
あれですね、結構がっつり固定されてて全く動かないですね。ぐらつきとかもなくって耐久性は結構信頼しても良さそうですね。そしたら最後にこういう有効ボード専用のフックを買っておいたので、早速取り付けて使ってみたいと思います。こっから入れるのかな。こんなこんな感じですね。ただフック入れただけだとこうやってすごいグラグラしちゃうので、なんかね、こういう留め具がついてたんですよ。なのでこれで多分ここを挟んで留めていくんだと思います。これでね、ちょっと動くんですけど、こう取れはしなくなったので落ちる心配はないですね。じゃあ早速このフックにこう、ね、育てている植物を吊るしてみたいと思います。植物には風も大事なのでミニサーキュレーターなんかもかけてこれで完了です。これで全部かけたんですけど、めっちゃ収まりいいですね。やっぱり有効ボードってこう棚とかみたいに出っ張らないじゃないですか。なので壁とこう同化するような収納なので見た目がね非常にスッキリしてていいですよね。これはちょっと家の中でももっと有効ボードを多用したくなりましたね。ということでやってみたらめちゃくちゃ簡単すぎた有効ボードの壁作りだったんですけど、実は植物を育てる壁作りっていう視点で見るとまだ未完成なんですよね。というのも有効ボードの壁を作るっていうミッションはこれで達成なんですが、太陽の軌道的に夏なんかはこっち側の面は光が差さないんですよ。これ太陽の軌道なんですけど、夏は赤い線が夏至でやっぱ当たんないんですよね。でこっち行くと春分秋分が緑の線で、この辺りになってくるとちょっと当たるんですけど、で青が夏至ですね。こっちになると冬はねちゃんと日差しが当たります。なので植物育成用の LED を、天井からこう照らしたくって、そのためにこの植物の上の天井にライティングレールを増設しようかななんて思ってます。ということで次回の動画では誰でもできるねコンセントから電源を取れるようなライティングレールをこの上の天井にねちょいと増設していこうかと思います。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。